悪女といえばあなたはどんな人物を思い浮かべますか？今だ撃て！フランス・パリバンセンヌの森に一発の銃声が響き渡りました。美しい女性がどっさりと倒れ込みます。第一次世界大戦中、フランスの機密情報を敵国に流したとして女性に死刑が執行されたんです。銃殺されたのは東洋の踊り子と呼ばれた世界的ダンサーマタハリ、最も有名な悪女であり女スパイの一人です。しかし処刑後、マタハリの友人はこう話すんです。マタハリはスパイができるほど賢くはなかった。それなのになぜマタハリは女スパイとして名を馳せることになったのか。そこにはあまりにも身勝手な国家の思惑が隠されていたんです。東洋の踊り子、そして女スパイとしても有名なマタハリ。しかしそのイメージはある理由で後付けされたものに過ぎなかったんです。マタハリの素性、そして彼女が背負わされた悲劇の真実とは。おっそす、僕もブレイクダンスやってます。ケンちゃんです。美貌で登録させてしまう女、闇闇子です。わお、みんなポチ。無理して登録させるの僕好きじゃないんですよ。いや、無理させてないのも美貌が登録させちゃってんのこれ。視聴者に恋をさせるのやちょっとこう恋を体で。視聴者に恋をさせるっていうね。俺が恋です。恋の正体、俺です。本日皆様にご紹介するのは、メトラの皆さんの中でもね、知ってる方いるかもしれないんですけど、世界的ダンサーでもあり、スパイでもあったマタハリという女性。なんかもう魅惑的なさ、悪女ってイメージがあるわよ、私は。最高っす。恋しちゃった。恋。僕、悪女はちょっと続かないんで、普通に素直で優しい子です。メンヘラは嫌です。スパイなんで悪魔というかそういう要素もあるかもしれないですけど、僕はねマタハリの生い立ちとかね、なぜそういうスパイになったのかっていうね、バックグラウンドを見ていく中でやっぱかわいそうだなっていう感情はなきにしもあらずだったんですよね。狙ってんの？まあかもしれないけど。というわけでまずはマタハリが一体どういう女性だったのか見ていきたいと思います。語り継がれる逸話。遡ることおよそ105年前の1917年、第一次世界大戦の最中にあったヨーロッパは混沌とした暗い雰囲気に包まれていました。ヨーロッパは同じ大陸の中に敵国と味方国が混在していたため、いつ自分の町が戦場になってもおかしくない状況。そのため人々は息を潜め戦々恐々と暮らしていたんです。そんな重苦しい雰囲気の中、似つかわしくない女が一人、色とりどりの宝石で飾られた豪華な髪飾り、きらびやかなドレスを身にまとい、ステージで妖艶に体をくねらせながら徐々に裸体を晒していく、この注目を集めるエキゾチックな美女こそ今回の主人公マタハリでした。ジャワ島の王女という触れ込みでミステリアスな魅力に包まれたマタハリのステージにパリの人々は夢中になったんです。しかしマタハリにはダンサーとは別の顔もありました。ヨーロッパ中で公演を行っていたマタハリは各国の政治家や将校とも付き合いがありました。彼女はそんなパトロンたちと日夜ベッドを共にし、多額の金銭的援助を受けていたんです。そんなマタハリに目をつけたのが当時のドイツ政府。多くの人脈を持ち、フランスの政治家や将校と親密な中にあるマタハリなら機密情報を引き出せるだろうと考えたドイツはマタハリにスパイとしての訓練を受けさせたんです。当時のドイツとフランスが敵同士だったわけね、これ。そうなんです。この時のドイツとフランスはですね、ソンムの戦いというので対立してたんです。ソンムの戦い。そしてこのソンムの戦いっていうのがまさにこの今回のね、マタハリの悲劇に大いに関係するんです。というわけで本日のメトラキーワード、ソンムの戦いについて。ソンムの戦いはフランスのソンムが戦場になり、連合国軍であるイギリス、フランスが同盟国軍ドイツとぶつかった戦い。世界で初めて戦車が投入された戦いで、第一次世界大戦の中でも最も激しい戦いが繰り広げられたんです。しかし激しい戦いの末、連合国軍にも同盟国軍にも大きな成果はなく、100万人以上の死者を出したのみという結果に終わります。そのためフランス国民の士気は下がり、不満が高まっていきました。いや、そりゃ犠牲をそんな大量に出してさ、何にも残りませんでしたじゃ誰も納得しないわよね。そうなんですよ。これの一体ね、誰が悪いのかっていうね、話に帰結しますよ。ソンムの戦いからおよそ3ヶ月後、ドイツ政府の下でスパイとして活動していたマタハリはスパイ容疑でフランスに捕らえられました。フランス政府はこう主張しているんです。ドイツ軍はなぜか我々が戦車を投入することを知っていた。マタハリがドイツに情報を漏らしたに違いない。もちろんマタハリは無実を主張。しかしマタハリに下された判決は銃殺刑。そう、マタハリの主張は全く聞き入れてもらえなかったんです。そしてマタハリの最後の瞬間にはこんな逸話が残っているんです。銃殺刑が行われるために独房に閉じ込められていたマタハリは馬車に乗るように告げられた。とうとう最後の時が来た。
そう悟った彼女は覚悟を決め、ベールのついた黒いストローハットをかぶり、濃紺のマントを身にまとう。馬車に降りると、すでに12人の銃殺隊が横一列に並び、ライフルをこちらに向けて構えていた。そんな光景にマタハリはひるむこともなく堂々と歩み寄る。そしてピタリと足を止めると、微笑みを浮かべ銃殺隊に嘆きキスを送った。思わずライフルの手を緩める銃殺隊。気をつけろ、あいつに惑わされるな。上官は銃殺隊に目隠しをするよう指示。マタハリの美しさに心を乱されないようにするため。撃て！鳴り響く銃声。それと同時にマタハリは羽織っていたマントを放り投げた。舞い上がったマントがハラハラと落ちていく。こうして美しい裸体を晒したまま、マタハリは人生の幕を閉じた。いや、なかなか強烈な最後じゃない、これ。普通じゃね、ありえない精神力ですよね。というか、マタハリは無実を主張してたんでしょ？実際どうなのよ、これ。それをね、探るためにも、マタハリの生い立ちについて紐解いていきましょう。天国と地獄。遡ること146年前の1867年、オランダでマタハリは生まれました。本名はマルガレータ・ヘールトロイダ・ツェレ。ちょっと噛みそうだったけど、言えちゃったわ。父親は石油業への投資と帽子店を営んでいました。そのためマタハリはド派手なドレスで登校したり、6歳にして自分専用の馬車を買ってもらったりするような贅沢な暮らしをしていたんです。その一方で芸術やマナー、複数の外国語を本格的に学びました。この教養が後に多国籍の大物たちと愛人契約を結ぶ際に役に立つことになるんです。しかしそんな華やかな生活も13歳で終わりを告げます。原因は父親の破産。それに伴い両親は離婚。マタハリは母親と暮らし始めるんですが、母親は2年後に病死してしまうんです。その頃、父親はすでに別の女性と再婚していたため、マタハリは遠縁の親戚に引き取られることになるんです。その後、幼稚園の先生になるべく専門学校へ入学するんですが、資格を取得することなく退学。その理由は、校長からのあからさまなセクハラ。マタハリは15歳にして身長175センチ、スラッとした細身の体に目鼻立ちのくっきりした美しい顔立ち、そして上品な立ち居振る舞い。嫌でも男性の目を引いてしまうほどの魅力が溢れ出していたんです。校長は人目もはばからずマタハリに対して目に余るスキンシップを取るようになります。それを不都合に思った学校側から退学するように言われてしまうんです。いやいや、そんなのおかしいでしょ。この変態校長を追い出しなさいよ。でもマタハリはね、あっさりとね、退学の道を選んでしまうんです。こうして幼稚園の先生になることを諦めたマタハリ。しかしマタハリにはどうしても叶えたい希望があったんです。それは幼い頃は当たり前にあった贅沢な暮らし。そんな時、彼女は新聞を見てあることをひらめくんです。そうだ、自分で稼がなくてもお金持ちと結婚すればいいじゃない。マタハリが見ていたのは新聞の結婚相手募集広告。そして広告を出していた自分よりも21歳も年上のオランダ軍将校に写真と手紙を送るんです。マタハリの写真を見た将校は一目でマタハリを気に入ります。こうして2人は知り合ってからたった100日でスピード婚。当時将校の夫としてオランダの植民地であったジャワ島を管轄しており、2人はそこで新婚生活を送ることに。ジャワ島ではマタハリが望んだ通りのお手伝いさんが何人もいる裕福な暮らしを送ることができました。そして一男一女の子宝にも恵まれたんです。最高に幸せですね。しかしそんな幸せな日々も長くは続きませんでした。続いてくれそれ。なぜなら夫は嫉妬深い性格で、マタハリが少しでも男性と話をしたりするとマタハリに対し暴力を振るうようになったんです。そのくせ自分は浮気し放題。しかもマタハリに降りかかった不幸はそれだけではなかったんです。なんと最愛の息子が毒殺されてしまったんです。死因は諸説あるんですが、夫の浮気が原因で逆恨みされたことによる毒殺ではないかと言われています。この事件がきっかけになり2人は離婚。マタハリは娘を引き取りたいと申し出たんですが、職のないマタハリが娘を養えるはずがありません。こうしてマタハリは2人の子供を失った失意を胸に職を求めてパリへと渡るんです。いや、もうほんとなんかジェットコースターみたいにさ、上がり下がりのものすごい人生ね、この人ね。学校のね、退学に追いやられたりとかね、子供を殺されたりとか、もう想像もつかないですよ。いやでもいきなり何にもなしにパリに行くっていうのも、っていう決断もすごいと思うよ、私は。そうですよね。マタハリがね、パリに着いた時、なんと所持金ね、200円しかなかったとも言われてる。どうやって暮らすの？
パリで仕事を探すマタハリ。しかし資格も職歴もない彼女が簡単に職に就けるわけがありません。そこでマタハリは一か八か勝負に出るんです。なけなしのお金をはたいて身なりを整えます。そしてマタハリが向かったのは高級ホテル。お金もないのに宿泊の手続きを済ませました。これで準備は完了。あとはホテルのロビーで行き交う人々を物色します。そう、マタハリが選んだ生きる道は金回りのいい男を捕まえること。マタハリの作戦は功を奏し、なんとか日々の暮らしには困らないようになりました。そして金持ちの客のつてで金持ち相手に絵のモデルの仕事も始めるんです。これがきっかけになり、マタハリは裕福な人たちとの人脈を築いていきます。そんな地道な行動が功を奏し、彼女の人生を大きく左右する転機が訪れるんです。それは友人が開いたパーティーでの友人の何気ない一言。何か面白いことしてよ。もうこれでこういうやつ、こういうこと言う人マジで嫌ですよね。しかしマタハリにはこれといった特技がありません。そこでマタハリは苦し紛れにジャワ島で見たジャワブ島の記憶をたどりながら披露をしたんです。そんなね、いきなりそれができるのがすごいですけどね。それを見た周りの人々の反応はまさかの大好評。ジャワブ島の腰をくねらせる妖艶な動き、宗教感漂うミステリアスなムード。ジャワブ島はマタハリが醸し出すエキゾチックな魅力によくマッチしていました。そこで友人は彼女にマレー語で太陽という名前のマタハリと名乗るようにアドバイスするんです。そしてそれだけではインパクトがないと、ジャワ島から来た王女、インド寺院の踊り巫女であると自称していくんです。もう自称でいいんだそれ。こうして29歳にしてダンサーデビューしたマタハリ。宝石を潤沢に使ったきらびやかな衣装、ヨーロッパでは珍しいエキゾチックな顔立ち、そしてセクシーなボディライン。マタハリは踊りながらベールを一枚一枚剥ぎ取っていくストリップとジャワ舞踏を掛け合わせたようなダンスを完成させていったんです。その後ジャワ島の王女という触れ込みから、王と神しか見たことがない美しい体を一目見てみたいという客がヨーロッパ中に溢れ返るようになったんです。みんなエロいなおい。パリの小さなサロンから始まったマタハリのダンサー人生は瞬く間にヨーロッパ中に広がり、とうとうオペラ最高峰とされる歌劇場ミラノスカラ座で公演を果たすほどのスターになるんです。マジ最悪だった結婚生活だったさ、ジャワ島でのことがめっちゃ生きてんじゃないか。そうなんですよね。他にもマタハリは英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ジャー語などね、多言語をね話してたんですよ。なのでヨーロッパ中のね顧客をね獲得しやすかったんですよね。やっと幸せになりそうじゃないのよ。まあそれはねそうもねいかなかったんですよ。山のね次には谷が来るというか、ずっとねうまくいくわけがないんですよみんな。山あり谷ありマタハリ。破滅への道。一躍トップスターに上り詰めたマタハリ。彼女が求めた華やかな生活を手に入れます。しかしマタハリの天下はそう長くは続きませんでした。なぜなら彼女の踊りを真似た若くて美しいダンサーが台頭し始めたから。マタハリの舞台での人気は徐々に陰りを見せ始めるんです。そこでマタハリはステージ以外の収入源としてさらに多くのパトロンを持つようになりました。マタハリは得意の語学を生かし、あらゆる国の政治家や将校と深い関係を築いていきます。その最中第一次世界大戦が勃発。マタハリが生活の拠点としていたヨーロッパは敵味方に分かれ争うようになりました。そんな中でもオランダは中立の立場を保っていたんです。そのためオランダ人であるマタハリは連合国軍であるフランスも同盟国軍であるドイツでも自由に行き来することができ、パトロンと王政のために様々な国をあちこち渡り歩くことができたんです。熱いな。そんなある日マタハリのもとに一人の男が訪ねてきてこう言いました。スパイにならないか。フランスの機密条項を盗んでくれるなら2万フラン支払おう。その男の正体はドイツ政府の領事。彼は国の垣根を越えて自由に行き来することができ、各国の権力者との太いパイプもあり、さらに複数言語を話せるマタハリがスパイとして最高の資質を兼ね備えていると判断したんです。マタハリはすぐに OK します。ダンサーとしての収入が落ちていたマタハリには願ってもない美味しい話だったんです。そしてマタハリはドイツでスパイの訓練を受けスパイ活動を開始。フランスの将校とベッドを共にしたマタハリは機密事項を聞き出そうとあらゆる手を尽くすんです。しかしそんなマタハリにも本命の恋人がいました。彼女が危険を冒してまでスパイ活動をしていたのは彼女自身の経済的理由もあったんですが、それ以上に愛する人の存在が大きかったんです。相手はマタハリよりも20歳も年下のロシア人将校ウラジミール・マスロフ。マスロフは戦場で負傷したことによって片目が失明していたんです。仕事が十分にできなくなった彼を支えてあげたい。でもそれにはもっと多くのお金が必要。マタハリは頭を抱えます。40歳になった彼女はすでに踊り子としての需要は皆無。頼みの綱のスパイ活動も思うようにうまくはいっていませんでした。すると今度はフランス軍からドイツの情報を手に入れてほしいと依頼されるんです。マタハリは2つ返事で OK。 これで愛するマスロフを助けてあげることができる。何マタハリドイツとフランスのスパイになったってこと？これ実はねマタハリ二重スパイなんですよ。二重スパイよねこれね。でもこれバレたらただで済まないじゃないの、そんな二重スパイとか言ったら。そうなんです。ですがねこの話実は裏があるんです。
時はフランスがマタハリにスパイを依頼する前に遡ります。第一次世界大戦の真っ只中、フランスは非常に厳しい状態にあったんです。ソンムの戦いでは大きな被害を出したにもかかわらず戦果はなし。そのため国民たちの士気は下がり、一部の軍事部門は反乱を起こし始めていました。このままでは国の統制が乱れてしまう。焦ったフランス政府はドイツの暗号を解読することに精を出すんです。するとドイツが流したとある暗号を傍受することに成功。その内容を解読してみると、 H21 はパリで我々からの5000フランを受け取った。 H21 とはマタハリのコードネーム。つまりフランス政府はマタハリがドイツのスパイであると知っていたんです。そう分かった上で彼女をフランスのスパイとして雇ったんです。どういうこと？マタハリがね、ドイツのスパイだったらドイツの情報を持っていると期待されていたのも確かだったんですが、フランスにはね、もっと別の目的があったんじゃないかと言われているんです。何別の目的？そもそもスパイとして有名だったマタハリなんですが、スパイ活動の中身についてもっと紐解いていくと、そのね、疑問が分かってくるんです。マタハリの友人はこのように話しています。マタハリは社交的ではあったけれど、スパイができるような賢さはなかった。友人の言葉を証明するかのように、マタハリはドイツのスパイ名簿から早々に除名されているんです。そのわけはスパイに向いていないと判断されたから。さらにドイツはマタハリを除名後にフランスにわざとマタハリがドイツのスパイであることの情報を流したと言われているんです。マタハリがドイツのスパイだと気づけば、自らマタハリに手を下さなくてもフランスが始末してくれるだろう。ドイツはそう考えたのではないかと言われているんです。そして1917年2月13日、マタハリはパリのホテルにいるところをフランス政府によって逮捕されるんです。フランス政府はこう主張しました。マタハリのスパイ活動によって数千人の兵士たちが命を落とすことになった。フランスのスパイでありながらドイツにも協力していた不道徳極まりない悪女である。もちろんマタハリは否定するんです。しかしフランス政府は聞く耳を持ちません。それもそのはず、フランス政府は花からマタハリにスパイとしての期待なんてしていなかったんです。フランス軍がマタハリに求めたもの、それは責任の落としどころ。責任？何の責任？初めの方でも説明したソンムの戦いについての責任のことなんです。はあ、ここで出てくる。フランス国内では長引く戦争に不満が募っていました。しかも犠牲者ばかりが増えて大した成果は得られない。それはフランス政府の舵の取り方が悪いせいではないのか。国民のフランス政府に対する不信感がこのまま肥大していけば国は荒れてしまう。だからフランス政府は責任の落としどころを作り、国民たちの怒りをそちらに向けたかったんです。マタハリはそんな役割にぴったりでした。知名度があり花回る。それに二重スパイに仕立て上げれば悪女という印象的シナリオが出来上がるんです。マタハリの女スパイとしてのイメージはフランス政府によって作り上げられた虚像だったんです。マタハリがスパイとして活動したのは確かなんですが、実績は何一つ残していません。それに処刑時の逸話を思い出してみてください。目隠しをするほどの美貌、銃殺隊に投げキス、全裸で生きている。あまりにも現実離れしていますよね。これらのエピソードは事実ではなく、フランス政府が流したデマではないかとも言われているんです。より華々しくマタハリは悪い女だと演出すれば、国民の怒りはマタハリに向かう。その思惑は見事に当たり、マタハリのせいで国民が犠牲になった。マタハリは悪い女であるとイメージを作り上げることができたんです。こうしてマタハリは41歳という若さで人生の幕を閉じました。現代でも女スパイといえばマタハリと言われるほど、海外ではスパイや悪女のイメージが強い彼女。しかしその実像は時代に翻弄されたかわいそうな女性だったのかもしれません。